皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber。宇宙論の研究を見ていると、太陽系外や宇宙の果てまでに関わる知見に心躍りますが、人類自身はまだ月までしか進出していない事実を思い返し、今の人類はまだ原始人なのか、それともそう言えるようになる前に滅びてしまうのか、そんなことが気になってくる。ナンバー7こと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そしてわかりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。原始惑星系円盤の中に微惑星の元を観測。太陽系の赤ちゃん、ついに発見。ヨーロッパ南天天文台を中心とした国際研究チームは、アルマ望遠鏡とジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測データから、原始星フォットス315を取り巻く原始惑星系円盤とみられるガス雲の中に、固化し始めた鉱物とみられる物質を発見。これは惑星の形成最初期の微惑星形成に至る前段階にあたるものとみられ、これまで仮説上のプロセスであった恒星系の惑星形成の最初期段階を、人類史上初めて観測したと発表しました。これはとってもわかりやすいですね。宇宙でなんかすごいものが見つかりました。何がどうすごいんだよってツッコミが入ると思うので、前提知識の部分から解説しましょう。我々の住むこの地球は太陽系という名前の恒星系に所属する惑星です。当然のことながらこの太陽系の中心は太陽で、水金地下木土天海の岩石惑星、ガス惑星のすべての惑星がその周りを公転しています。そしてこういった恒星とそれを取り巻く惑星という構造は、もともとは星間物質のガスや塵などが集まり、それが自己重力により中心に集まることで、凝縮、収縮したコアとしてまず構成ができ、速度が速く中心に集まらなかったものが原始惑星系円盤として取り巻くようになり、やがてそれらが各軌道ごとに集積することで、岩石やガスの惑星系ができると考えられています。こういったプロセスは、コア集積モデルや微惑星集積モデルなどと呼ばれますが、理論体系としては、星雲説という大前提となる仮説に含まれます。星雲説は、惑星系の構成に対する軌道面がほぼ平らなこと、公転の向きがほとんど一致していること、恒星系の惑星全体の元素組成に類似性があること、などの強い根拠性があり、実際に原始惑星系円盤とみられる構造や、誕生したばかりの木星のようなガス惑星の観測などが多数されており、天文学的にはほぼ疑いようのない惑星系の誕生メカニズムとして広く認知されています。なお、この星雲説の他には、恒星のすぐ近くを別の恒星が通過することにより、引力によって引き剥がされた両方のガスが軌道上に残り、それが凝縮したとする潮汐説というものもありましたが、恒星大気の元素組成では惑星の重元素組成を説明しきれないなどの欠点があり、現在ではこれはほぼ完全に否定されています。ただ、星雲説のプロセス通りに惑星が形成されるとすると、ガス、岩石惑星問わず、星間物質が集積され始めた段階の微惑星という天体が最初期にできるはずということになるのですが、これについては未だ観測されたことがなく、決め手となる証拠が不足している状況でした。今回の研究では、この微惑星形成に至る前段階の状態が発見されたということになります。対象の天体は、地球から約1300光年先にあるフォットス315と名付けられた原始星。星雲説のプロセス的には、中心に恒星の赤ちゃんができたばかりのような状態であり、中心の明るい領域の周囲を原始惑星系円盤とみられるガスが取り巻いています。今回の研究チームは、アルマ望遠鏡とジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えたこの天体のデータを解析したところ、そのガスの中に一酸化ケイ素のスペクトルを検出しました。一酸化ケイ素は地球でも結晶化して鉱物に含有された状態でよく見られ、宇宙から飛来する隕石にも同じく結晶化してよく含まれている分子です。その融点は約1700度と熱にかなり強く、固体層としての安定性に富んでいます。そのため、星雲説においては微惑星の核形成の最初期段階の候補分子とされていますが、そもそもガス状の一酸化ケイ素は宇宙では星間物質としてありふれた物質であるため、これだけでは特に特筆すべき観測結果とはなりません。しかし今回の研究ではなんと、
この一酸化ケイ素を含む計算塩鉱物がガスの中で凝縮し始めているという証拠となるデータも一緒に検出されました。これはつまり、未だ仮説の域を脱しきれていない星雲説のプロセス通りに、恒星を生んだばかりの星雲が今まさに惑星系を構築し始めているという、約1300年前の姿を地球から見ているということになります。今後このような鉱物の凝縮が所々で進み、近い軌道上においてさらに結合し、だんだんと大きくなることで重力を増し、微惑星、そして惑星へと成長していくと予想されます。ともすれば、ハピタブルゾーンとなる位置に岩石惑星が誕生すれば、生物が誕生するということもあるかもしれませんね。またこの発見は、星雲説を裏付ける強い証拠の一つであるとともに、我々の住むこの地球及び太陽系のルーツを探る上でも非常に役立つ知見と言えます。これは教科書に載りそうな大発見ですね。それと、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の研究報告には遠方宇宙のものが多いですが、こういった比較的近傍宇宙についてもやはり重要な知見をもたらしてくれるようです。他の観測機との連携も含めて、今後またどんな大発見をしてくれるのか楽しみですね。今回の研究論文は、現在ネイチャー誌において限定アクセスとなっています。学術機関に所属の方やアクセス権をお持ちの方はぜひご覧になってみてください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。この動画は、我が国における科学知識の一般理解及び、科学知識のエンタメ活用を推進する、プロジェクト PSN in ほとばしる科学講座と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。